みんなおはよう、こんにち、こんばんは。バーチャル書店員兼義妹生活宣伝担当の読売しおりです。いつの間に宣伝担当も兼任することになったかって？それはストップ！止めて！カメラ止めて！陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。おお、思ってたよりお早い到着。マーヤちゃん、おはよう。おはようございます。じゃないよ！勝手に宣伝担当の座を奪うな！収録時間が後ろにずれたって急に連絡来たから不思議に思って、もしかしてと疑って1時間前行動して現場に来てみたら、全ては宣伝動画をジャックするための工作だったってわけ？ジャックじゃないよ。いつも大変なマーヤちゃんを休ませてあげようって思って。休みより仕事が欲しいの、今の私は。言ってていろんな意味で胸が痛いんだけど。でもその心意気や1時間前行動の心構え、勤勉で素晴らしい。じゃあここからはそんな勤勉な宣伝担当さんにまるっとお任せ。振りが雑！でも大丈夫、もう喉は温まってるからね。というわけで改めて宣伝担当のマーヤちゃんです。今日は今後の義妹生活チャンネルの方針についてほんの少しだけご報告。なんとこの度新たな動画シリーズとして小説準拠エピソード編の不定期更新が決まりました。小説準拠エピソード編？ギマリスのみんなの中にはチャンネル開設当時からずっと見てくれてる人もいれば、大ヒット中の小説版をきっかけにギマリスになってくれた人もいると思うんだけど、どっちのパターンでも YouTube 版と小説版の両方に触れて絶対に一度はこう思ったはず。温度差で風邪ひきそう。確かに雰囲気やテンションが YouTube 版と小説版とで随分違うよね。特に後輩くんのノリとかマーヤちゃんの謎科学力とか、私はバラエティに富んでて好きだけど。そう、楽しんでくれている人がいっぱいいるのも知っているけど、温度差で戸惑いを抱かせてしまうことは運営側としても本意ではない。そこでマーヤちゃんは考えました。従来のチャンネルファンも小説版からのファンもみんなが幸せになる動画コンテンツとは何か。そうだ、小説版に準拠した動画コンテンツを作ればいいのでは？確かにいいアイデアかも。具体的にはどういう動画になるのかな？簡単にまとめると、ババン！こんな感じ！キャラクターの言動や雰囲気を小説版に準拠させる。 YouTube 版のはっちゃけたノリは抑えめにして、小説版の後輩くんやさきちゃんたちがそのまま動画化したって感じを目指すんだね。次に時系列や出来事を小説版に準拠させる。例えば小説の1巻と2巻の間には描かれていない空白期間があるでしょ。その期間にこんな短いエピソードがあったかもねをつまんで膨らませて動画作品に仕上げます。イメージ的には書籍特典のショートの動画化が近そうだね。さらに小説版を基準にしたイフの物語も描いてみる。小説版ではこうだったけど、もしあの時別の選択をしていたらみたいなイフ展開を描くんだね。例えば1巻では私がバイト中にナンパされてたけど、もしあのナンパ男がすぐ引き下がらなかったらどうなっていたかとか。はい、そのアイデアいただき。一応念のためイフ展開は基本的にコミカルな内容になる予定だけど、あくまでも小説版の雰囲気を壊さない範囲で進めます。これら小説準拠エピソードの動画を増やしていくことで従来の YouTube 版とは違った楽しみを提供できる。さらに小説からチャンネルにたどり着いたご新規さんも温度差に戸惑って風邪ひく心配もなく満足してもらえる。やがては
さまざまな層のギマリスが増え、チャンネルはさらに盛り上がり、こういう挑戦ができるのも、これまで義妹生活チャンネルを支えてくれたギマリスのみんなのおかげだね。それは本当にそう。今回の施策は小説からの新規チャンネルファンに対してだけじゃなく、これまで支えてきてくれたギマリスのみんなへも新たなお楽しみを提供したいがゆえ、そのことはめっちゃ念を押して伝えておくからね。みんなありがとう。小説準拠エピソード編は今現在もりもり制作中です。ある程度ストックが溜まったら不定期でアップしていく予定だよ。もちろん小説準拠じゃない今までと同じ雰囲気の動画も引き続き作っていくから、両方楽しみに待っててねってところかな。今日の宣伝はそうだね。さりげなく最後のまとめを持っていかれてる。読売しおり悪魔。ごめん。一緒に宣伝できるのつい楽しくなっちゃって。バーチャル書店員としてこういう機会をもらえるのもマーヤちゃんが頑張ってきてくれたからだもんね。ありがとう。読売しおり女神。というわけで本日の動画は以上。今後も義妹生活をよろしくね。最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。今日も見てくれてありがとう。テレビアニメ化も決定した小説版義妹生活、全国書店にて発売中です。これからも応援よろしくね。チャンネル登録もしてくれたら嬉しいな。